ナレーションのにわかです。制作者のにわからです。今回は魔改造パーツで実験をする魔実験シリーズ第6弾です。にわからは大阪・関西万博で開催されるミニ四駆大会に参戦します。過去のコースからジャンプセクションが予想されます。ジャンプの難しさは着地です。着地時にマシンがフェンスに乗り上げると弾かれることがあります。この対策として一般的に AT バンパーという機構が使われます。AT バンパーとはオートトラックバンパーの略称です。AT バンパーがフェンスに乗り上げると斜めになります。これによりマシンはコースに復帰しやすくなります。万博コースのジャンプ対策でこの機構を採用します。ただし AT バンパーは部品点数が多くなり重量増となるので 3D プリントで軽量な AT バンパーを作り、その効果を実験するのが今回の趣旨です。それでは制作へレッツゴー。まずはベースとなるローラーステーをモデリングします。できました。この時点では普通の固定バンパーです。ここからどうやって AT バンパーを作りますか？私の好きな 3D プリントシャーシの特性を使います。それはしなりです。シャーシの一部を極端に細くすることで樹脂をしならせてシャーシを曲げるやつですね。これはもともとパーツ点数の多いステアリングシャーシを軽量化するために行き着いた考えでした。今回も軽量化ということでぴったりです。ローラーステをドーンします。これで AT バンパーになりました。ローラーステにわずかな隙間を空けて一部を分割しています。こうすることで極端に細い箇所が生まれます。ここがしなり部となります。印刷しました。まずは隙間が離れるかが問題です。 3D プリントでは高温の樹脂を溶着させながら積み上げていくので隙間が小さいとくっつくことがあります。どうでしょうか？お、剥がれました。離れる方向が積層方向と同じなので避けないかも気にしていましたが、そこも問題なくてグッドです。そしてしなりによって斜めの動きと戻る動きがどちらもできています。これぞヒンジレス AT バンパーです。重量比較無加工 FRP ローラーステ 2.57g、 厚めのカーボンローラーステ 6.15g、 ヒンジレス AT バンパー 2.46g。 ギミック付きでこの重量は超軽量です。ミニ四駆に装着しました。ヒンジレス AT バンパーミニ四駆完成です。動きを見てみます。フェンスに乗り上げると樹脂のしなりでバンパーが斜めになります。滑らかにコースに復帰することができます。早速走らせます。コースはジャパンカップジュニアサーキットのレーンチェンジを外したものです。ここがジャンプ台となります。アズパカさん発信競技のルール無用3連 LC ジャンプタイムアタックに挑みます。外周を半時計回りで3周するタイムアタックです。ベストタイムはラムダ8の 4.23 秒です。5、4.85 秒。初走行としてはなかなかグッドです。スロー。早速いい動きをしました。左右のローラーがフェンスに乗り上げます。固定バンパーで同様の乗り上げ方をした時は弾かれました。 AT バンパーでは左右のバンパーが斜めになってコースに復帰しました。求めていた動きです。2周目、3周目、4周目。フェンスの乗り上げでバンパーは斜めになりますが、着地姿勢が斜めになりその先のカーブでコースアウトしました。バンパーの見直しをします。マシンがカーブでアウトリフトするとローラーが斜めになって支えてくれません。前後に力を加えるとふにゃふにゃバットです。問題を解決させつつ新マシンを作ります。モデリングします。モデリング完了です。ちなみにフロントはこっちです。うにょーん。印刷しました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。スペーサーを取り付けます。ホイールを差し込みます。モーターを搭載します。モーターオサーを取り付けます。固定します。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。フロントスキットローラーを取り付けます。固定します。バッテリーを搭載します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。ヒンジレス AT バンパーシャーシです。ローラーステを高い位置に置いています。AT バンパー可動部には囲いをつけています。
シナリ部は補強しています。作戦がうまくいくか楽しみです。重量チェック。96.8g しなりチェック。初代と同様にしなりで斜めになります。ガタつきチェック。囲いをつけたことでかなりガタが抑えられました。比較。改善されています。アウトリフト時のローラー保持力チェック。ローラーが斜めになることがなくなりました。比較。ローラーの保持ができています。上方向へのしなりに対してローラーを下側につけることで、ローラーに力が加わるとステーは下へ引っ張られます。2段ローラーの場合は、下段は先ほどと同様です。上段は可動の支点と高さが近いため斜めからの力でステーが下側へ押されます。AT 機構を維持しつつローラーの保持力を改善しました。これぞ吊り下げ式ヒンジレス AT バンパーです。走らせます。5スロードーン。バラバラバットです。乗せ替えました。ノーマルモーターです。5ドーン。スピードが速くて飛距離が長すぎです。ゴムリングにしてスピードを下げます。54.73 秒、自己新記録です。グッドです。安定しています。いい走りです。スロー。AT バンパーがしっかりと効いています。バンパーはいいものができました。あとはスピードを上げつつしっかり着地させるのが課題です。せっかく軽量なのにスピードを制限していますもんね。スキットローラーをプラリングに戻しました。バッテリーが弱ってきたので再挑戦です。5ドーン。スロー。車室が左へと斜めになっています。タイヤがフェンスに乗り上げました。フロントローラーをわずかに小さくしました。これによりマシンは少しだけ右に向きます。5スロー。タイヤは乗り上げていますが飛距離を考えると改善しています。マシンも壊れたので新マシンで対策を考えることにします。こちらも難しい競技ですね。面白くなってきたということです。ヒンジレス AT バンパーは公式パーツで再現できそうです。うまくいったらジャパンカップ出ようかしら。万博マシンはじゃんじゃん作成中です。再現マシンもずんずん進めています。チャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた、のし。